ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナ関連ニュース、大小合わせて4つのニュースについて取り上げていこうと思います。まず全体として言えることなのですが、ウクライナ軍が東部戦線において反撃を行ったことにより、ロシア軍の中で明らかに動揺が見られます。そして、ウクライナに供与された長射程のミサイル、早速使われたのではないかというニュースが流れています。そして、これまで行われてきた軍事支援、ここで終わってしまっては、まだまだロシア軍を全て打ち払うには不十分すぎる状態です。今後のことを見据えた上で、さらなる軍事支援も必要です。そこで次に発表されるであろうドイツの軍事支援が注目されています。今回はこれらの話題について取り上げていきましょう。戦争研究所の発表している戦況マップに今日の主だったニュースについて4つ書き込んでみました。まず最初に東部戦線で激しい戦いが続いているバフムト。ウクライナ軍の反撃は今のところ順調に進んでいます。ただし、今回の戦いにおいて、欧米から供与されたレオパルト2や歩兵戦闘車ブラッドレーの姿は今のところ見当たらないという話ですから、あくまでも従来持っているウクライナ軍の力をもってして、東部戦線における反撃は実施されているようです。そして、ロシア軍がここ1ヶ月でようやく少しずつ前へ進んで占領地を広げてきたのですが、これをウクライナ軍はここ2日ほどの間に海内の部分を取り戻したようです。このような状況になっているために、ロシア正規軍とワグネルとの間で責任のなすりつけ合いが発生しています。ワグネルの方は正規軍の方が先に逃げ出したんだと言い、一方で正規軍の方も先にワグネルが逃げ出したから我々正規軍も抵抗が十分にできずに敗走させられたのだといった具合にしてお互いに相手こそが悪いという話をしています。まあ大いに言い争ってこのまま不仲が続いてくれることが今後もウクライナ軍にとっては良い出来事だと言えます。次に前線から奥へと120キロ、ロシア軍に占領されている地域ルガンスク州に対してミサイル攻撃らしきものが行われました。従来の長射程の攻撃方法としては、アメリカから供与されたハイマースなどの攻撃があります。射程距離は80から90キロ、それより遠いところに対する攻撃としては行うことはできません。そのためロシア軍はハイマースの攻撃が届かないところに物資や前線司令部などを置く傾向にあります。今回攻撃が行われたであろう場所は前線から120キロ奥であり、早速ウクライナ軍がイギリスから供与されたストームシャドウを撃ち込んだかもしれないのです。こうしたたった一発のミサイルであったとしても、ロシア軍がより警戒し、物資をより遠くへ移していくだけで補給の効率性は非常に悪化していくこととなるでしょう。次にロシア軍全体で動揺が走っているんだなというのを感じさせるニュース。それはロシア軍がウクライナ軍の戦闘機やヘリを落とすのではなく、同じロシア軍に所属するヘリコプターや戦闘機を次々と撃墜してしまったのです。このようなことが続いてしまった原因として考えられるのは、情報戦の一つ、ウクライナ軍がロシア本国領へと攻撃してくるかもしれないという撹乱情報です。特に先日は、ウクライナ軍が北へと進んで国境を越えるかもしれないなどという話が出ていましたから、ウクライナのちょうど北側にあるロシア領では警戒が来すぎて味方の航空機を撃ち落としてしまったようなのです。このあたり通常であればとてもではありませんが、これほど頻繁な友軍の撃墜などはありえないはずです。そして今日取り上げる最後のニュースは、ドイツのウクライナに対する軍事支援の内容です。ドイツはウクライナのために開戦以来最大の武器を集めている。ドイツはウクライナにロシア侵攻開始以来最大の武器パッケージを提供する。ベルリン新聞がドイツ軍の話として報じたところによると、その規模は27億ユーロとなる。新たな軍事支援パッケージの中身。戦車はレオパルト1が30両、歩兵戦闘車マルダが20両、自走榴弾砲 RCH-155 が18両、そして防空システムがアイリス T で、システム全体としては4機、発射装置が12機、装甲兵員輸送車両100両、軍用車両100両、そして偵察用ドローン200機です。これらすべてとそれ以上のものは倉庫から、そしてコンベヤーから直接来ますと国防省は述べた。自走榴弾砲 RCH-155 はドイツ軍もこれから導入する最新兵器です。ですからメーカーが作ったらドイツ軍に納入するのではなくそのままウクライナ行きへとなるわけです。この一連の軍事援助は5月14日にドイツアーヘンで開催されるカール大帝賞の授与式で
ゼレンスキー大統領に賞が授与されるのに合わせて発表されると見られている。ゼレンスキー大統領は現在ヨーロッパを歴訪中で、13日はイタリアを訪問、ローマ法王と面会しています。その後ドイツに行くかもしれないといったところから、このタイミングでの発表なのではないかと報道されているわけです。ただしこれはあくまでもそうかもしれないというだけで、実際にはドイツにゼレンスキー大統領は行かないかもしれません。ドイツがウクライナに供与する RCH-155 自走榴弾砲はドイツにとって最新鋭の兵器です。砲塔部分は無人で、自走砲としては非常に少ない人数、たった2人でこの兵器を運用することができるそうです。ドイツとしては最新兵器をウクライナに送って実戦での経験を積ませることによって今後この兵器を自国だけではなく海外へ売り込むための実績作りも兼ねていることでしょう。また今回の支援では旧式ながらもレオパルト1の戦車の再製品がどんどんと送られるその第一陣となるようです。今回の軍事支援にはレオパルト1は30両と出ていますが全体では100両程度送る予定のはずなのでまだまだ今後もドイツから戦車の供与は続くことでしょう。また防空システムアイリス T はこちらも最新兵器であり、ウクライナ軍の防空能力を高めるには非常に有用な兵器です。現在ウクライナ軍が行っている東部戦線での攻撃は基本的には反撃であって反攻作戦全体を指すものではないという風な評価がされています。実際その通りでしょう。まだまだ欧米から供与された戦車や歩兵戦闘車が戦場に姿を見せていません。つまり反転攻勢のための主力は未だ前線から離れて機会を伺っているところなのです。ゼレンスキー大統領もそれに合わせるような形で現在はヨーロッパ歴訪中でインタビューを受ける際にはまだ時間が必要だという話をしています。まだウクライナに供与されることが決まっていてそれでもなおまだ届いていないものもあるでしょうしつい最近届いたばかりの長射程ミサイルストームシャドウの実戦使用によるロシア軍の戦力減退といったものももう少し進めておきたいかもしれません。また時間が必要という意味においてはバフムトにおける戦いがこれからどう展開していくかによってもウクライナ軍の本格的な反転攻勢をいつ行うのかどこに行うのか状況の変化に伴ってまだまだ事態は流動的な状態になっています。前回の動画でも述べましたがバフムトにおけるロシア軍を逆包囲するような動きが進んでくればロシア軍はこれを助けるために他の戦線からどんどんと部隊をかき集めなければなりません。つまりそれに伴ってロシア軍の守っている場所いろんなところに隙が生まれそれに伴って反転攻勢をかけやすくなる状況が生まれるわけです。ですから今後もまだまだ事態は流動的でいつどこで大きな動きへと発展するかはわからない状態です。そしてこのような状態が続くということそれ自体がロシア軍にとっては非常に胃が痛むような時期に突入したことを意味します。今は明らかに主導権はウクライナ軍の方にあります。というわけで今回の動画はここまで。本格的な反転攻勢はまだ始まっていないもののその前の段階にあたる地ならしがされようとしています。そして現在のところはそのような鳴らし作業は順調に見えます。このままうまく事態が進んでくれることを願うばかりです。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。